新しくライブスコープ LVS34 を取り付けたので、自分なりに感じた違いなどを紹介します。左が今まで使っていた LVS32 で、右が新しく取り付けた LVS34 です。大体同じ場所ですが、同時に撮影できる状況ではないので、別々の日の映像となります。また撮影方法が、アクションカメラで画面を撮影しているため、反射などを抑えたり見やすくする目的で、撮影後に色調整をしています。コントラストなどの違いなどは魚探の設定にもよりますが、当てにならないと思ってください。まずは第一印象。それほど変わらなくない。というのが率直な感想です。釣り方も大きく変わるわけでもなく、バスがいそうな地形を見つけたらルアーを入れ、魚影が出てくるかを確認する。これだけならどっちを使っても大差はありません。使っていてだんだんと違いに気づいたのですが、いつも感じていた実際の地形よりも肉厚に映っている感じが減っています。画面上ではルアーがボトムに着底しているにもかかわらず、実際は着底しておらず、ラインが出続けるのですが、その時間がかなり短くなったと感じました。立ち木も太く映っていたのが若干細く映るようになり、より繊細な感じを受けます。ノイズの軽減の確認。ブレイクの映り方に関しては、ノイズがなくなっています。左の画像が LVS32 でノイズが確認できます。右が LVS34 でノイズがないのがわかると思います。ノイズの中にルアーが入ると、見失ってしまい、勘で釣っていたのですが、その心配がなくなりました。ルアーを移せる距離。LVS32 ではボートからの距離15メートルくらいで、1.8g のジグヘッドのアームが移りづらくなる感じがあります。ここで関係ないように思うかもしれませんが、ルアーのフォールのやり方を説明します。横20メートル、下20メートルの場所にルアーを入れたい場合、13メートル付近にルアーを着水させます。ライン抵抗があるためルアーがボート側に寄りながらフォールします。目的の位置にルアーが入りました。ではボートから横10メートル、下20メートルにフォールさせたルアーまでの距離はわかりますか？計算方法があります。数学の時間に習ったと思う。人よ人よに人見頃。正確な数字は必要ないので10メートルを 1.4 倍にすれば約14メートルだとわかると思います。先ほど言った通り、LVS32 では15メートル付近でルアーが映りづらくなるのを考慮すると、距離14メートル付近が射程内だと思います。では本題。LVS34 は15メートルでもルアーを映せるのか。LVS34 の画像ですが、15メートル以上離れた場所の魚影や地形にノイズなどなくきれいに映っています。こちらが LVS32 の画像で、15メートルあたりにノイズが出て、見づらい感じです。で、ルアーのような小さいものも LVS34 なら、15メートル以上でも映るのか、ですが。すみません。撮影するの忘れてました。次回の兆候で撮影してきます。ただ15メートルより先でもノイズがなく、詳細な感じで映っているようです。まとめると、パッと見は大差がないように見えるが、地形や立ち木がより正確に映り、ノイズが軽減されてブレイクが見やすく、より遠くのものも見ることができる。性能面では LVS34 の方が上で、良いことしかないように思いますが、一つ懸念材料があり、ジャイロセンサー不良の不具合が多い。運の要素が大きいですが、高価なものなのに外れを引く可能性が高い。それに比べ、LVS30 には壊れづらいと言われているので、どちらを選ぶかは考えどころです。これから故障しないか注意しながら調校しようと思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。